いろんな意味で盛られている忍び、あやめ &RX-00。RX-0、RX-00 は、アニメ、ガンダムビルドダイバーズに登場したガンプラであり、藤沢綾のアバターであるあやめが登場した機体です。あやめは、悲しき過去を背負っており、当初は、主人公のリクをリーダーとするフォース、ビルドダイバーズに、素性を隠してメンバーになりましたが、仲間たちと共に過去を乗り越えていきました。今回は、そんなあやめとその登場機 RX-00 について解説させていただきます。私、SD ガンダム使いだけど、それでもいい？ネットワークゲーム、ガンプラバトルネクサスオンライン、通称 GBN が人気を博す世界。主人公の三上陸とその仲間たちは、トッププレイヤーたちのガンプラバトルに魅了され、GBN の世界へ飛び込んでいきました。そんなある日、暴走したデビルガンダムと戦いを繰り広げる陸たちに、00のサポートメカ、武装装甲服部で攻撃を仕掛け、物陰から観察する謎の女性がいました。それが、あやめ。あやめは、くのいちの姿をした女性ダイバーであり、ブレイクデカールと呼ばれる、不正に機体性能を向上させる非公式ツールを配布し、やがては、GBN の世界を崩壊させようと目論む人物、柴司の手下でした。柴は、ただの初心者のはずの陸たちが、チャンピオンなどの上位プレイヤーから次々と認められていることを知り、あやめに監視を命じます。その後、陸たちが聖地ペリシアを訪れた際に、徒歩で歩く姿を見て、ジープに乗せてあげるという形で接触し、さらに、陸たちが、GBN ナンバーワンビルダー、シャフリヤールの名を語る者とのトラブルに巻き込まれそうになるところを救いましたが、偽シャフリヤールが、芝のブレイクデカールの顧客だったので、あやめは、陸たちをおびき寄せる餌として、木に縛り付けられました。そして、何の得にもならない陸たちが来るわけがないと思っていたあやめでしたが、陸たちに助けられ、難を逃れるのでした。その後、陸たちが、自分たちの部隊である、フォース、ビルドダイバーズを結成するも、戦力不足に悩んでいた時に、ちょうど通りかかり、陸たちの誘いを受け、ビルドダイバーズの一員となります。あやめは仲間になったものの、陸たちからは、距離を置いていたり、手厳しい意見を述べるなど、どこか冷たく、クールなキャラクター性を見せています。そんなクールビューティー系くのいちなあやめでしたが、期間限定、ベアッガイフェスを断ろうとするも、モモたちに強引に参加させられ、そのメッキは、徐々に剥がされていくことになるのでした。そんなあやめが登場する機体 RX-00 は、ユニコーンガンダムをベースに、忍者風の外見をしたガンプラです。首元にビームマフラーを巻いていて、常になびいています。当初は、一部が黒系のカラーリングになっていましたが、物語中盤で、芝から解放されてからは、全身が白系のカラーリングになり、表面処理のし直しや、パーツ素材の変更などを行ったことで、性能も向上しています。00は、ユニコーンガンダムと同様に、ユニコーンモードに相当する隠密形態、隠れ形態と、デストロイモードに相当する高機動形態、忍び形態に変形することが可能で、隠れ形態では、光学迷彩でフィールドに溶け込み、姿を隠すことができる隠密性を有しており、忍び形態では、分身すら可能な高い機動性を誇り、忍者らしい技を使います。武装としては、まず、忍者刀を持ちます。また、投擲用の小刀であるクナイや、武者ガンダムと同様の種子島ライフルを持ちます。そして、大型のシールド手裏剣を持ちます。これは、二枚刃の剣としても使用可能です。さらに、これらの武装に加え、様々な技を繰り出します。まず、変異抜刀、あやめ切り。複数の分身とともに敵を切りつけます。忍法、うつせみの術では、攻撃を受けたと見せかけ、身代わりを使って回避します。劇中では、爆弾を用いてショックガンダムを撃破していました。そして、危険、あやめ切り、ゼロの型。ビルドダイバーズリライズで登場した技で、マフラーで敵を捉え、分身とともに切りつけます。このように、多彩な技を使う00が、サポートメカ、武装装甲服部と合体することで、リアル形態に変形することも可能です。当初は、リアル形態機に、フェイスマスク、父口の面を装着していましたが、芝から解放されてからは、このマスクは胸部に装着されるようになりました。リアル形態では、ユニコーンガンダムの NTD のように、忍闘動を発動することで機体性能が向上し、さらに敵機のファンネルを掌握して次機が使用するサイコミュジャックや防御に使用できるサイコフィールドも発動できるようになります。また
武装も強化されます。種子島ライフルに武装装甲服部のパーツを取り付けた携帯マグナ式種子島は一発で種子島ライフル4発分の威力を誇ります。忍者刀はビームを発生させたビーム忍者刀モードとしても使用可能です。区内もビームが発生して強化され、前腕部に装着してトンファーのように使用することもできます。またマグナ式種子島忍者刀を組み合わせることで赤い刀身を形成したビームザンバ刀に変化します。さらにビームザンバ刀のエネルギーをシールド手裏剣にまとわせて投擲する技忍法火炎風魔手裏剣を繰り出すことが可能です。作中ではロータスチャレンジ内でコアユニットへ攻撃する際に使用していますが、要塞破壊には至りませんでした。ただし一部ゲームではプレイヤーにトラウマを残すほど強力な技となっています。他に武装装甲服部の足パーツがアームドアーマー VN がごとく鉄鋼として装着されているので防御や攻撃に使用できます。このように各種武装が強化されるほか、カプセル忍法を使用する様子も見られます。これは SD ガンダムを召喚して武装に変形させて使用するというもので、武者闘争ガンダム、武者ガンダムランサー、コマンドガトリングガンダムという3つの SD ガンダムがオープニングで登場しており、劇中では武者闘争ガンダムを変形させて攻撃に使用する姿や、コマンドガトリングガンダムを変形させてガトリング砲として使用する姿が描かれています。さらに本機にはフルアーマーユニコーンガンダムを参考にした強化形態新規結晶が存在します。武装装甲服部が強化された武装装甲服部極になり、 SD 形態で背中に合体させることが可能になりました。両翼にハイパーバズーカ極超大筒と元のユニコーンガンダムのシールドに似た形状の大区内を3枚装備しています。極超大筒はビームザンバ刀や種子島ライフルと合体させることでさらに強力になり、大区内は区内を速射させる区内ランチャーとしても使用可能なほか、大区内3つを連結させた三砲大手裏剣にすることで防御陣を形成することもできます。これは最終決戦で登場した形態で、フル装備の SD 形態は仲間たちとのオフ会でお披露目されています。さようなら、愛のない人。当初は芝の手下としてビルドダイバーズに潜入し仲間になったあやめでしたが、芝の手下になったのには悲しき過去がありました。かつてソロで活動していたあやめはミッション中、黒猫団を意味するレシャノワールというフォースに助けられたことをきっかけにその一員になりました。 SD ガンダムオンリーで構成された黒猫団はメンバーから集めたパーツで絆ガンダムを完成させ、さらにフォース戦で連勝を重ねてトップランカーの仲間入りを果たしていきます。しかし SD ガンダムには明確な長所と短所があることから、徐々に対戦相手に対策を練られていき勝てなくなっていきました。そのためリアルタイプの導入を議論するも、リーダーのコージーは SD にこだわり続け、負けが続いたこともあってチーム内では喧嘩が増えていき、雰囲気がどんどん悪くなっていきました。そんなある日、コージーは黒猫団の傭兵を務めていた芝から絆ガンダムと引き換えにリアルタイプの V2 アサルトバスターを入手してきました。しかしそれでもフォース戦は惨敗したことからランキングは落ちていき、チームは崩壊しました。そこであやめは絆ガンダムさえ戻ってくれば黒猫団はやり直せると考え、芝に絆ガンダムを返してもらえるよう懇願しますが、芝はあやめが手下になって働くのならいつか絆ガンダムを返してやると交換条件を持ちかけ、あやめはそれに従うことになったのでした。こうして芝の手下としてリクたちと共に過ごしていたあやめは、リクたちがブレイクレカールをなくそうとしていたため芝の命令でリクの前に立ちはだかります。しかしあやめはリクたちの思いを受け、再びリクたちに味方するのでした。そしてリクたちの活躍によりブレイクレカールによる GBN 崩壊の危機は免れましたが、あやめは自分を許すことができずビルドダイバーズから立ち去りました。しかしリクが芝と戦い絆ガンダムを取り返してくれたおかげで笑顔を取り戻すのでした。こうしてリクたちに救われたあやめは感謝の気持ちを直接伝えるためリクたちにリアルで会いに行きます。本名藤沢彩。中学生のリクよりも年上のお姉さんという設定を持つことから高校生と考えられる彼女はアバターよりもスレンダーで高身長な容姿をしており、アバター時のクールビューティーなキャラから一転
穏やかな性格が見て取れます。なおネット民からはツインドライブとか NTD の本来の意味になぞってデストロイヤーとか様々な呼ばれ方をすることがあります。また最終話ではオフ会に参加しており、その中のカラオケ大会で東京ブギーナイトが持ち歌ということが明かされています。なおこの曲はもともとはドラマ CD 機動戦士 SD ガンダム逮捕しちゃうわに収録された林原めぐみ氏と本田千恵子氏のデュオソングとなります。こうして陸たちに救われ過去を乗り越えてきちんとビルドダイバーズの一員になったあやめは非戦当時にはマスクを取ることが増え、本来の明るい性格を表に出すようになっていきました。そして最終戦までビルドダイバーズの一員として戦い抜き、さらにその2年後を描いた作品ガンダムビルドダイバーズリライズではアルスの本拠地攻略のためにレベルアップを目指すヒロトたちビルドダイバーズに対して陸たちビルドダイバーズの一員として戦いを繰り広げていることから仲間たちと共に変わらず GBN の世界を楽しんでいるようです。このようにあやめはクールなキャラとして登場したものの、本来が可愛いもの好きで優しい心を持った人物であり、作中では陸たちに立ちふさがるまでにもその性格が少しずつ描写されていました。期間限定ベアッガイフェスの際には興味がないように振る舞っており、モモたちに強引に参加させられたかと思いきや、子供と遊ぶベアッガイに目を輝かせていたり、寄ってきたプチンカイに対して鬼の競争をしたかと思いきやメロメロになって抱きしめて撫で回すなど、本来の性格を隠している姿が伺えます。陸たちに救われてからは本心を表に出すようになり、サラのペットのモルにスリスリすることもありました。またしっかり者を装っていたはずが本当は無理してキャラを作っていたのか、ビルドダイバーズバトローグではパルビーズのウィングゼロエンドレスワルツ版に対してあやめはダブルオークアンタで圧倒的な強さを見せつけていたものの、パルビーズが出したヒーローユイのフィギュアに対してこれは BB 戦士ナンバー203ウィングガンダムゼロカスタムに付属するヒーローユイのと目を輝かせた隙を突かれて撃墜されてしまうという何とも言えない姿を見せるようになりました。そんなあやめは忍者らしい口調やツンとした態度、そして体型などいろいろと持ったキャラをしていますが、実際はちょっと抜けたところがある優しい人物だからか非常に人気が高く、フィギュアライズスタンダードビルドダイバーズダイバーあやめというガンプラも発売されています。お金ならいくらでも払う。だから余談ですが、あやめが00に登場する前の機体は F 区の1とされています。そして今年2023年10月 YouTube のガンダムチャンネル公式で全3話公開予定のビルドメタバースでは F 区の1回が登場することが明かされているので、もしかしたらあやめも登場するのかもしれません。なお F 区の1のデザインは公式からは公開されていませんが、 F 区の1回を担当された寺島信也氏が過去に監督公認でありながら非公式とされる F 区の1のイラストを描かれており、あやめらしいいろいろと盛られた機体になっているので、興味のある方はぜひ検索してみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。